ループイラーっていうのはなんかこうブランドのなんていうのかスローガンっていうかこうテーマとして、世界一正当なスウェットシャツを作るメーカーになりたいっていうところがあったから、じゃあ世界一正当なスウェットってなんかおこがましいっていうか自分で言ってねするのもなんかおこがましい、ちょっと恥ずかしいこっぱずかしいところもあるんだけど、でもやっぱどうせやるんだったらなんか僕らもスポーツやってたんで、なんか世界一目指したい、日本一目指したいね、世界一目指したいねみたいな気持ちっていうのは、精神性っていうのはなんかすごく大切だなと思うので、分かりやすく世界で一番正当なスウェットシャツを作ろうということの中で、じゃあそれは僕たちが考える世界一正当なスウェットってどんなんみたいなことから入っていって深掘りしていくんですね。まずやっぱり丸胴でなければならない絶対条件。なぜならばやっぱり最初に出来上がったスウェットって丸胴だったからですよね。サイド開いて縫製してないから、こうヴィンテージのスウェットを掘って調べていくとやっぱ丸胴なので、やっぱり丸胴のスウェットを作ろう。でもその丸胴ってどうしても機械のサイズに人間のサイズを合わせなきゃいけないっていう難しさがあって、本当はもう2、3センチ幅があった方がいいなって思う時あるじゃない、でもこのサイズより広くできないみたいな、そういうその葛藤が物理的な問題に行き当たるんですね。そうすると機械のサイズをじゃあ5サイズやろうと思うと、この口径の違う5種類の機械を用意しなきゃいけなくて、それが S、M、L、XL、WXL みたいなサイズになっていって、でそれで僕たちが設計する糸番手、表糸、中糸、裏糸っていう太さを決めていく中で、どうしてもそのサイズを考えながら糸の太さを決めなきゃいけない。でもそのサイズを今度優先しようと思って糸の太さを太くしたり細くしたりすると、本来そのやりたい厚みではなくなったりとか、薄くなっちゃったりとか、かなり厚くなっちゃったりとか、そういう今度違う問題がまた出てくるんですよね。ある程度厚みがあってある程度土木がきちっと詰まっている、それは何かっていうことを次やっていく。でこう糸の組み合わせをいろいろやるわけですよ。でも最終的にそこでもう一つ大きな問題があるのが、表糸、中糸、裏糸ってあるじゃないですか。表糸って通常は糸って大体左寄りなんですよ。紡績される時に左寄りで糸が作られていくんですね。分かりやすく言うと T シャツで端子使いのよくあるアメリカから輸入されてるような30単の天軸の T シャツとか20単の天軸の T シャツ、それはど詰めだろうがなんだろうが着て洗濯してるとこういう風に遮光してくってんですよ。ねじれていく、それはなぜかっていうと、糸っていうのは左寄りで紡績されてるから左回転でトルクがかかってるわけですよ。だから洗濯をして経年変化をしてると横にある縫い目がなんかこっちは後ろ、反対側前になってくるように遮光していく。ある意味その遮光してる T シャツって考え方によっては、サーファーっていうところかもしれないけど、なんかそういう横乗り的にはかっこよかったりすると思うんですよ。僕らが学生の頃それはそれでなんかかっこいいな、なんかこう着古した T シャツでかっこいいよなっていう感じもあった。でもやっぱり僕らが作る正当なスウェットだからそれじゃないよね。こう遮光したらまずいよね、ループイラーのスウェットが。だからそういう意味では中糸っていうのを今度逆寄りだから右寄りの糸を持ってこないで、左寄りと右寄りを持ってきてトルクをこう相反させるっていう、相殺させるっていう、そうすることによって遮光を防げるんですよね。そうすると右寄りの糸ってなかなかないんですよ。通常端子で使う場合は右寄り使わないですから、でそうなってくると中糸右寄りの糸の太さって限られてるんですよね。左の糸だったら結構なパンってあるんですけど、例えばグレーの糸で中糸をグレーにしてるブランドってちゃんとあるのかな、なんですよ。だからものづくりとしてトップグレーっていうかこのグレーメランジの糸の方が生成りのいわゆるだからこれが生成りの糸ですよね。生成りの糸より
高いんですね。綿で染めて、そうですね。で混ぜてグレーのこの濃さを出して作るじゃないですか。うんだから当然手間も時間もかかるからコストも上がるんで、グレーの糸高いんですよ。でループイラーのこのグレーの生地って全て LW ライトも含めて、中糸もこのグレー使ってトップグレー使ってるんですね。でそうすると中糸を生成りにすると、なんとなくこの生成りの糸が表に響いてきて薄っちゃけたグレーになっちゃうんですよ。ぼやけた色になるんですよ。でなんかこうちゃんとちゃんとした綺麗なグレーだなと思うような正当なグレー、となると中糸もトップグレー使わないとダメ。なるほど。そこへ行くには。となると中糸の、トップグレーで右寄りあるのって、30と20とぐらいしかないので、そうすると糸の組み合わせが決まってくる。表と中の番手を例えば、表30中20ってするとちょっと表面にこう細かく言うとデコボコ感が出てしまうんですよね。スムースじゃなくなるんですよ。太さが違うので表に響く出方が違うんですよね。上品で綺麗めなスウェットを作ろうと思うと表糸30にしたら中糸も30にしなきゃいけないんですよ。そうすると表糸20にしたら中糸も20にすればいいんですけど、ちょっとそれだとさっき言った条件で当てはめていくと厚くなりすぎるんですね。試し編みをしたら。なるほど。そうするとやっぱりおのずと表30でないといけないから中30にするしかないかな。もちろんその表30中20表20中30っていうテストもやりました。でもやっぱりそれはさっき言った通りにやっぱりちょっとデコボコ感が出るんです。ループイラーのこの LW01 っていうのは表糸30左、中糸30右、両方ともトップグレーメランジで裏糸に生成りの6番、これをやっぱり最初、もちろんね7番とか8番もテストしてるんですけど、やっぱりこの厚みでしっかり感を出すには6番がベストだった。5番もやったんだけど5番だとやっぱもう重くなりすぎちゃうんで、だから難しいんですよ。だからヘビーウェイトって世の中言うけど、ヘビーウェイトだ、僕らもだからメガループイラーとかさ、あと例えばビームスさんのプラスさんの別注でさ、ヘビーウェイトとかやってるじゃないですか。もちろんそれはそれで良さがあるけど、でも一番なんかスタンダードだ、世の中的にしたらヘビーウェイトですよこれ。だけどヘビーウェイトって歌う必要がない。ループイラーが考えるこれがザ・スウェットシャツの厚みと土木、重さ、それが行き着いたこの素材ベーシック釣り裏毛、それで作り上げるのがこの LW01 の根源っていうかね、そこになってる。で何が大事って言ってやっぱそこが一番大事です。そのなんか雰囲気とかかっこよさとかこんなもんじゃないとかっていうところで僕らものづくりをしてないので、ちゃんとこう物理とか技術的な裏付け背景、それに基づいてちゃんとやっているので、もう少しこうプロフェッショナルって言ったらなんか偉そうですけど、でもそこずっと僕らやってきてるので、もっとプロフェッショナルな領域でものを作ってるかな。ベーシックっていうのは、よりオリジンに近いので両 V が最初だったんで、スウェットって両方 V があったんですよね。でそれはなぜかっていうと、その昔はこのフライスがここまでストレッチがなかったですよね。ストレッチが伸びがあんまりなかった。そういう機械しかなかったですよね。フライスを編む機械っていうのはまた別、これは釣り編み機とは関係なくて、フライス編み機って普通にあって、でそれは専用にこれは編み立ててます。そうすると頭を通さなきゃいけないから、ある程度ここの僕らでいう点幅点下がりっていうサイズを決めていかなきゃいけないよね。でこれが大きくなればなるほどこう首周りが大きくなっちゃってきっちりしなくないですか。なるほど、首がちょっとゆったりした首にすれば頭ヒュッと入れるのも楽だけど、そうすると選択していくとどんどん伸びていっちゃって大変なことになるじゃないですか。だから古着屋さん行っても本当に何十年も前の古着って結構首が伸びてるのが多いと思うんですよね。なんでじゃあそうだったかっていうと、ストレッチがないのでフライスでここ V を作るとここが伸びるでしょ、その分。
だからここで伸びしろをこう増やしてあげて頭を入れるのをこう楽にしてあげた。それが前と後ろと両方あると余計に伸びる、そういうまあ設計だったと思うんですよね。仕方なかった。でそのうちこのフライスがだんだん機械が改良されてストレッチバックが出る。なるほど。伸びたら伸びたまんまじゃなくて少しまた戻るっていうことが編めるようになってきて、技術が編み機の技術も上がっていって編む技術も上がっていったのでこのフライスのストレッチバックが取れるようになってきた。なのでだんだん後ろの V がなくなって、後ろ側の V が最初取れてフロントの V だけになるんですよ。前 V、それがちょうどヴィンテージのスウェット掘っていくと両 V から始まって前 V で知らないうちにラグランあたりが出てくるあたりで V がなくなるよね。じゃあ時代とともにこう編み機の性能っていうのも上がっていったし、そういうことなんですね。でその後はなんで、ラグランって言ったんですけど僕らはセットインにしたかっていうとやっぱりラグランよりセットインの方が歴史的には古いですよね。最初にセットインが出来上がっていってそういういろんな条件によってそのラグランが出てきた。でラグランが出てきたっていうのは多分特にアメリカで生まれたスウェットだからで最初はスポーツ選手がみんな着ていたので砲丸とかそういう人たちはここものすごいですよね。ウェイトやる人もここものすごいけどじゃあ陸上の選手がここものすごいかっていうと、そうじゃないですよね。種目によっていろんな体型があるからそうするとこのセットインで肩の位置が決まっちゃうより肩の位置がないラグランの方がここの太さに対応能力が増えるじゃないですか。パターンを作るとそういう現場からの要望の中でスウェットのデザインって変遷していったんじゃないのかなっていうふうに僕は考えてます。多分その頃のお客様って一番は学生さんのスポーツ選手だったんじゃないのかな多分。でそこからのフィードバックを受けてああそうかそういうデザインがあった方がいいなと思って多分デザインを開発してでバリエーションが増えていってそれがだんだんスポーツ選手から学生さんだよね。だから盛況ができていくわけだよね各大アメリカの各大学に。でそこで普通にスウェットが売られるようになっていってスポーツ選手じゃない文系の人たちもそれは学生だから便利じゃないですか。で着るようになっているからその時は別にラグランであってもなくてもどっちでもよかったんじゃないのかな。デザインとして好きな方で難しく考えずに。わかりました。っていう感じですかね。なんでLW01 の原型っていうのは丸胴で両 V でフライスの長さが一応パターン上の設定は10センチにしてるんですけど上がりが95、6ミリにはなってるんですよね実寸。で裾も同じように10センチの設計でいって上がりが多分96ミリとか7ミリぐらいになってるとは思うんです。はい、でそういう設計でこれぞループイラが考えるザ・スウェットシャツ思いを込めて作ったっていうのがこの LW01 です。根幹となる核となるものはなんかやっぱ変わってはいけないものがあって、でも変わらないものをずっと作り続けていたら、さっき言ったマルドのこの LW01 もずっと同じサイズではやっぱ着ていただけないから調整をしていかなきゃいけないじゃないですか。でやっぱ変わらないものと変わっていくものをちゃんと区別しながらやっていかなきゃいけないっていうのが基本的にあって、だからよくなんか僕はほらポルシェが好きでポルシェに乗ってるわけだけどポルシェもその1965年に911っていう形を作ったよね。あれ基本的には今でも変わってないよねほぼ。でもそうですよね。そうじゃないですか。それとだから僕はなんかポルシェが好きでポルシェに乗ってる理由はそこから勉強させてもらってる。なんか洋服屋のカテゴリーになっちゃってるけどルッピラってでもなんか洋服屋的じゃないじゃないですか。はみ出したところにいると思うんだよね。でそれはだからポルシェ911とかのものづくりからすごく学んでいて、じゃあここがダメだからここを改良する。で改良してまた良くなった。でさらに改良するところを見つけてまた改良する。でそれをやっていくと技術とかいろんな考え方が蓄積されていってそれをじゃあ水平展開してこういうものができないだろうか。でそれがカシミヤだったりとか
例えばウール釣りパイルだったりとか、そういうものができていくようになると思うんですよね。あとは似てるのは、例えばローレックスのオイスターケースっていうケースを作ったよね。大発明。大発明だよね。防水に関してはね、塊から削り出して、根幹となるオイスターケースと911のこのデザイン、まあ911はあとリアタイヤの後ろに一番重い重量物の水平対向6気筒っていう、これも空冷から水冷には変わりましたけど、基本レイアウトは何も変わってない、排気量も大きくなったけど基本レイアウトは何も変わってない。でしかもそこに置いてある一番、まあ物理的には最悪のポジションに置いてある。例えばスキーとかスノボをやった方は分かると思うんですけど、スケートとかもそうかもしれないですけど、スピードが出て転ぶ時ってどうなる時っていつも質問するんだけど、こう体が後ろに置いてかれた時に、スキーはスノボも加速してスピードが出て、でそれに対応する自分の筋力とか技術が足りなければそこから転倒してしまうじゃないですか。それと同じように一番後ろに重いものがあったら加速していったらこうならないかい、前が浮いていかないかい、軽くとか浮いちゃうでガーッと走っていかないかい、でそれをどうやって前を浮かないようにするのが技術であったりとか、エンジニアリングであったりとか。でもそこにすごい味があるからみんな911が好きな人はやめられないんだと思うんですよね。もちろんだからフロントエンジンのポルシェもあるし、ミッドシップの、ね、ボクスダーとかケイマンみたいな車もあるし、選択肢はいろいろあるんだけど、でもやっぱり911がみんな乗りたくなっちゃうのはそこになんか味があるから。それと同じようなことをなんかループイラーにも表現できたらいいなっていうふうには思ってます。でそれが皆さんにお伝えできたらいいかなっていうふうに思います。僕らはスウェット屋なのでそんな大層なことを言うあれはないんだけど、なんかこういうものづくりだからやっぱなんか変えてはいけない大切なものと、だから大切に次につなげていけなきゃいけない。だからループイラーが始める原点ってこの釣り網機でできた生地は本当にいいのでなくしてはいけない。この機械でできたそのスウェットを次の世代にも伝えたいと思って始めたブランドじゃないですか。だから吉本くんも学生の時にわざわざ自分で工場見学に行ってくれたわけじゃないですか。でそこから今があるわけで、でもその時に何かきっと自分の心の中に何かがあったはずなんですよ。行ってみたいという衝動に駆られる何か大切な思いがあったはずで、そういうことなんだと思うんですよ。でそういうなんかやっぱなくしてはいけない大切なものって僕日本にはいっぱいあって、それがなんかグローバリズムとかね、ここ何十年とそういう道を歩んできた戦後だよね。まあ簡単に言うとここに来て本当にそれでいいのこっから先みたいな局面に今来てると思うんですよね。それが正しい、まあ正しくないとは言わないけど、グローバルで活躍しないといけないことは間違いないことなんだけど、そうするために日本が大切にしてきたものを失ってもいいのか、っていうのは僕はいいな、絶対失ってはいけない。なぜならばそれを失ったらやっぱ日本っていうものがなくなってしまうんじゃないかなと思うんですよね。でも日本の良さって分かってくれる人っていっぱいいると思うんですよ、海外の人でも。でそういう人も同じ日本人としてこういう大切なものは共有していく時代になれば僕はいいんじゃないかなと思うんですよ。だからいろんな意味で日本の大切なものをなんか伝えていけるようになった、たかがスウェットなんですけど、それをなんか感じてもらえるとなんか嬉しいなとは思います。